皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。おやすです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、また初心者のあるあるのお悩みについて答えていきたいと思うんですけども、ラフとか下書きの方が上手に書けるのなんでというあるあるお悩みについて対処法を教えていきたいと思います。でも、下手なりの俺でもね、それはあるあるだと思うよ。わかるよね、っていうか正直、プロだけど、私もその感じめっちゃわかる。なんかぐちゃぐちゃ下書きで書いてた方がさ、わかるわかる。みたいな。ラフでさ、勢いよく書いたとき、あ、めっちゃいい絵今回書けるかもと思って、よし、気合入れてペン入れるぞってペン入れた瞬間、あれっていうさ、現象はまあ、誰にでもあることだと思うので、今日はそれの私なりの対処法をちょっと教えたいと思います。それでは早速やっていきましょう。じゃあまずはちょっと改めてどういうことかっていうのをまだわかんない人に説明したいと思うんだけども、こっちのこの左側にあるのが今回私の考えたラフです。で、これは結構こう勢いよくザクザク、まずどんな絵描こうかなみたいな風に考えながら描いたやつね。で、こっちの右側にあるのが私がペンを入れたもの。清書したやつ。清書したもの。まあ、正直私が描いちゃってるから、あんまりその S 君から見た時には、いや別に清書した方がよくねって思っちゃう人もいるかもしれないんだけど。自分で描いてないとね。そうなの。でも私としてはね、あれラフの時の良さが活かせてないなーなんてちょっと思っちゃってるのね。まあこういう経験ってでも絵を描いてる人って誰しもがあると思う。絶対あると思う。で、まあそれをはまあ対処法なのかわかんないけど、私なりに実践したことやそれを解決するために。あとまあこんな感じでもしかしたら対処できるかもっていうアドバイスを今回5つ考えてきたので、その5つを今から説明していきたいと思います。新本先生なりのってやつね。なりのってやつです。まあちなみになんでこの元の方がよく見えるかっていうのは、私も正式なことはわからないんだけど、昔ね、人から聞いた話では、人間の目ってこう複数の線があった時、一番いい線を脳がこう選んで見えるようにするんだって。だから要はこのザカザカした絵を見た時、要は自分の脳みそが一番いい線をなんか選んでるような感じらしい。なるほどね。らしいよっていうのは私は聞いたことがある。っていう話らしいです。じゃあ、まあとりあえずでもやっぱラフの良さをみんな残したいと思うので、まあどんなやり方があるかっていうのを5つ今から紹介していきます。対処法その1です。これ私が一番よくやる方法なんだけども、ラフとかまあ下書きを細かく書かないっていうやり方です。っていうのも、例えばだけど、まあ、これさっきのラフね。これは、まあ私にしたら結構しっかり書いてるラフなの。あ、そうなんだ。まあ確かに下先生いつもすげえもうなんか、実際当たり人形みたいなしかない、私がペンを入れる前のよくあるラフっていうのは、私もこの現象が起きるようになってからそういう風な意識的に取り入れてるんだけども。あ、そうなんだ。実際私が最近もうよくやるラフは、今のみたいな絵を描きたいんだったら、まあこんな感じ。まあさっきのラフと比べてみたらわかるけど、明らかなる適当。いやもはや、これがラフだったら、さっきのはもはや聖書レベルの話になってくるよね。なってくるじゃん。でも実際はもうこんなもんでやってて、これを下書きみたいにもう色を変えてやって、実際はこれに、自分で、もはやこの線をなぞるというよりも、一から新たな線を引くみたいな感覚で、あくまでもほんと目安みたいな。いわゆるこういう絵を描きたいんだっていうだけってこと。そう、これなぞるための絵っていうよりも、なんか自分のなんかこういう絵を描こうかなっていうようなイメージを線にしてるっていうだけ。でも実際はこう自分の中でちょっとこう脳内でこう組み立てながら線をこうやって入れていくみたいな感じのことをする。まあこういう感じのイメージで、これ途中でちょっと今回もう時間があるからやめちゃうけど、やっていくことで、まあこう手を引いた時も元のさっきのイメージがこれだったから、これと比べてがっかりすることってあんまりない。だからまあもう今から作ってるっていうイメージだから。っていう感じのやり方がまず一つ目です。自分でこう練習していく必要がある。いきなり当たり人形から絵を描く必要があるから。なんか下書きじゃないもんね、これっていわゆる。もう下書きなのか。もう本当のラフみたいな感じ。だけど、まあ慣れると多分できるようになるし、まあ正直その下絵を一回挟まない分時間短縮になるっていうおすすめと、あとだからその下絵と比べてがっかりしないっていう一個やり方があるのでちょっとおすすめです。はい、じゃあ次対処法2なんだけども、これは私普段やらないの。
やんないんだ。ただやってるプロの先生とかを見たことがあるから、ちょっと私はうまく説明、これを実践できるかわかんないけど、やってみるけど、あえてペン入れを後回しするっていうやり方。ペン入れ後回し？要は、まあ、カラーのイラストに限るけど、先に色を塗っちゃってから最後に主線のペンを入れるっていうやり方です。そんなやり方もあるんだ。ある。例えば私が今これをもう下絵とします。まあ、超色を薄めるじゃない、で、ちょっと私うまくできる気がしないから、多分、私のイメージしてる本当の人たちとはちょっとクオリティが変わっちゃうけど、先にもうね、ざっくり色を乗っけてっちゃう。バケツ塗りでやっちゃうからなんかよりイメージ変わっちゃうかもしれないけど、まあ、ちょっと顔の部分だけやってくね。ああ、肌色みたいにする。そう。多分実際はもっと多分みんなブラシでやってんだよ。私みたいにこんな。綺麗に、ね。ざっくりはやってないと思う。まあ、どういうことかっていうのをちょっと伝えるためにこんな感じっていうのをやるけど、まあ、先にこういう感じでね、色を塗っとくのよ。もっと実際はもっと多分この時点で立体的に色を塗ってると思う、みんな。細かくね。そう。もっとちゃんとここでもう立体を捉えたような色の塗り方を実際みんなされてると思うんだけど、ちょっと私はできないから今こんなちょっとざっくりアニメっぽい色になるんだけど、で、その後に上から、まあ、極端な話だけど、こういうこと。後から線を足していくっていう。まあ、これはこれでこういうまあ、新たな画風にも挑戦できるし、多分結構、本当にイラストレーターさんとかでこのやり方を見てる人、私は見るから、やってる人はいるんだと思う。ちょっと私はね、やっぱ漫画家ゆえかな、白黒の線が先にないと、なんかどうもこうもいけないの先にね。まあでも漫画だからね、まあ白黒が基本だもんね。だけど結構逆に言うと、絵の考え方でいくと、全然この色を塗った後に必要な箇所に線を足すっていう考え方、美術的な考え方って全然ありだと思うんだよね。むしろそっちの方がなんかこう立体的な表現がうまく出せたりとか。逆に先に色ついてる分ね。そう。っていうのもあるし、なんか後で線を修正すればいいだけだから、なんかこうもしかしたら私は普段ちょっとやらないから、こう本当にそれができるかわかんないけど、後々うまく線だけを調整かけて、なんか自分のイメージ通りに持っていくことができるのかもしれない。っていうことで、そのラフと比べる点っていうのがまたちょっとイメージ変わってくるんじゃないかなと思うし、こういうやり方、もしかしたらやってみたら自分に合ってたって人がいるかもしれないから、まあよかったらちょっと自分のね、新たなちょっと方法として、一個こういう可能性もあるっていうのを考えてみてください。はい、次、3つ目いきたいと思います。3つ目はね、これはちょっとデジタルの人限定にはなっちゃう。アナログの人でもやろうと思えばできなくもないんだけども、ラフっぽいブラシをペン入れでもそのまま使うっていうやり方です。要はちょっと最初のイメージだけど、これがラフの絵ね。これが私のペンを入れた絵。要は、こう、ブラシが違うの、そもそも使ってるね。なんか、このラフっぽいブラシがあることによって、ちょっとこのラフさみたいなのが出ていいんじゃないかみたいなこともあるから、あえて、ここで私が使ったブラシっていうのは、この、リアル G ペンっていう私が仕事でいつも使ってるやつで、まあ強弱はつくんだけど、すごく太さに変化とか、ペンにめちゃくちゃ癖があるようなブラシじゃない。まあよくあるみんながイメージするオーソドックスなブラシだと思ってる。じゃあこれをちょっとラフっぽいブラシでもう一回ペン入れしてみたいと思います。で今度は私、このニュルペンっていう私がよく落書きで使ってるペンだけど、でペンを入れてみました。まあそうすると1回目のペン入れの時とイメージとしてこんだけ違う。まあちょっと私がこっちの方が丁寧にやってるって前けど、ラフっぽさみたいなのがこっちの方が残ってると思うんだよね。逆にだから強弱がつきやすいペンとか、ちょっとガサガサした感じのペンとか、まあそういうのでペンを入れてもらうと、まあ一番最初のラフのイメージにはちょっと近づきやすいのかなと思いました。確かにね。ただこれラフで使ってるペンもまた違うペンだから、なんとも言えないんだけど、こればっかりは。あとなんかこう、絵として仕上げた時に、ラフっぽいペンを使ってて、果たして最後色まで塗った時の完成度がどうなのかみたいなところもあるから、私もこれが一番いいとはちょっとわかんないんだけども。そもそもさ、なんかあれなんだよね。ラフの時のペンと、ペン入れする時のペンと、下書きする時のペンって全部違ったんだってことに俺は驚いて、そもそも。私は、ラフの時のペンと、ペン入れする時のペンっていうのは違うのと、あと仕事の用のペンと、YouTube で使うペンも違う。ああ、そうなんだ。要は、なんか仕事のペンが一番こっちに近い。要はあんまり強弱が出なくて、まあ出てるんだけど、なんかこう、あんまり
すごいペンに癖がないやつで使ってる。いわゆる、誰もが読んでも大丈夫なようにってことでしてるんですそうだね。あとなんかやっぱ色を塗った時は正直私こういうペンの方が何かと色を塗りやすいっていうのもあったりとかして。あ、そうなんだ。こっちのペンは、こう、ラフの絵として見る分にはすごくいいんだけど、色塗る時にね、なんかペンの性質上、結構こううまく塗れてない場所があったりとか。あ、そうなんだ。うん、なんかちょっとやっぱね、一枚の絵の完成度として見た時はね、こっちの方が落書きっぽくなっちゃうの、どうしても。だから、私もこれを最後使うっていうのが、まあ、対処法としては一個ありだけど、仕事になった時どうかなみたいなのはある。まあ、ただやっぱ試してみるのはいいと思うんだよね。自分のラフっぽさをどうしたら残せるかっていうところでね。なので、まあちょっとそういう対処法もちょっとお伝えしてみました。じゃあ対処法4つ目いきたいと思います。まあそもそも、初心者の人たちが、ラフが良くて、ペン入れになると残念っていうのは、まあなんでだと思う？まあなんかもうそこで力使い果たしちゃってる感は俺はあるかもしれない。あ、それはちょっとある。それは正解だね。それはある。そこでもやっぱ頑張りすぎちゃってて、ペン入れるときはもう疲れちゃってるみたいな。でも私が一番初心者で起こり得るあるあるだなと思ってるのは、そもそも線を引く速度だと思ってんの。あ、スピードってこと？要は、ラフの時って別にこれは本番じゃないと思ってみんな書いてるでしょ。だからむしろさ、どんな絵描こうかなとかさ、こんなやつかみたいな考えながら描いたりしてさ、線一個一個に気合い入れてそんな書いてないでしょ、みんな。あ、もうさっさっさっさみたいなね。そうそうそう。でいいや、みたいな。そうそう。でもザッザッザッ書いて、後でどうせ清書するし、みたいなノリじゃない。でもね、そのスピード感がいい線を描けてるって可能性あるんだよね。なるほどね。だから、これは本当あくまで練習みたいなもんなんだけども、ペン入れする時間に自分で制限時間を設ける。うわー、焦っちゃう。要は、まあ練習として取り入れてみるけど、要はもうこのペンを入れるのに、いつまでもペンを入れていいわけじゃない。要はもう1分でペン入れを終わりにしなさいみたいな制限が設けられた時はみんなね、焦って、用意ドンでスタートしたらね、すごい急いでこう、さっペンも入れていくと思うんだよ。もちろんうまくは最初できないと思うんだよね。慣れてくればね。そう。でもね、そのスピード感を覚えるっていうことも一個私大事だと思ってんだよね。だから、多分私でもこれをね、すごくゆっくり髪の毛がわかりやすいからちょっと実践してみるけど、ゆっくりこうやって一本一本の線をこうやって引いていくときと、こうやって一個一個丁寧にね、こうやってみたいなやってるときと、もう、ザッザこうペンを入れてるときじゃ全然線の綺麗さが違うんだよ。もちろんなんかこの線がうまく繋がんないとかそういう問題はあるけど消せばいいし、後で修正すればいいから。まあここでちょっと見比べていたら、ここの半分、ここの半分で見てほしいんだけど、やっぱこっち側に比べてこっちの方が明らかに線が綺麗だよね。ちょっと硬いよね、こっちのやつ。そうだよね。っていうことが初心者の中ではちょっと起きているかもと思うんだよね。そうしょうがないこと、全然おかしいことじゃなくて。まあやっぱりゆっくり描いた方が綺麗になるっていうイメージがある。そう。でもやっぱり慣れてくれば慣れてくるほど人って多分これもザッザ描くようになってくるから。椎本先生だってさ、半端ないぐらいの速さだよね。まあそう。ザみたいな。だからまあ、慣らすためにも、あえてちょっとゆっくり手入れをしすぎないっていう感覚を自分につけてみるために、あえてもう制限時間みたいなのを設けて焦って手入れをするみたいな。髪の毛は30秒以内に入れよう。そう。まあそれがね、ちょっと練習だからこう完成形の絵としてあげるにはちょっとダメな気もするけど、練習として取り入れてみたら、案外そこでどんどんやっていくうちにペンに慣れて自分がいい線が描けるようになるんじゃないかな。そうするとラフとペン入れでも大きな違いが出なくなるんじゃないかなと。まあ確かに。思うので、ぜひちょっとそんな練習をしてみるっていうのが対処法4つ目でした。まあ、5つ目の対処法は、もはやこれも私が実践している、ことで、対処法かって話ではあるんだけども、もはやですね、諦めるです。諦めるもうね、そういうものとして諦める。もはやハテナマークだから今、ポーンみたいな。だから最初言ったようにみんなやっぱ脳がさ、一番もういい線を選んじゃってるラフの時とかって、私プロでもう10年やってても同じ現象ずっと起きてるよ。だからもうそういうもんなんだよ。やっぱラフって勢いよくかけてるし、一番気が抜けてかけてるから、もうそこがいい絵がかけちゃってるなーっていうのはもうしょうがないもの。そういうものだって割り切ってる私は最近は。だからあんまりもうそこで悩まないようにしてるんだよ。それをベースにこうペンを入れた時にね、あれと思ってこれ見るじゃん、で、この後もう一回ラフ見るじゃん、で、もう一回これ見るじゃん、あれってなるよ、どうしても。何度見てもおかしいなーみたいな。自分の思ってたのと違うなーって。でもね、その時はね、もうこのラフのレイヤーを消すの。
そしたらもう二度と元には戻れない。もう過去の自分と比べることはできなくなるから、もう、これなのよ、私の絵は。なるほどね。でもラフを見返さないの。もうなかったことですよね。ラフを消し去るっていう記憶から。っていうのが私の実践してる方法。それやってんだ。やってる。もう忘れて、もう二度と見ないよ、私ラフを。もうこんなことはなかったと思ってる。じゃあ漫画の原稿とかもさ、ほら、まあネーム書いてさ、まあざっくりいつも書いてさ、それをさ、ペイでしてんじゃん。その後にさ、ラフをさ、パッ消してさ、よし、これが完成だ。もう二度とラフに戻らない。二度と見直さない、そこ。だから、そういうもうね、そういうことすると、どういうことが起きるかって、なんか書き忘れてることとかあるんだよ。ラフの時に書いてたのを、後でもうなんか書き忘れてるの何書いてたか思い出せないみたいなものはあるけども、メンタルをやられないっていうことがあるので。なるほどね。そういう対処法も一つあります。最後の対処法なんか消すみたいな。大事よ。人間嫌なことがあったら忘れるってすごい大事だからね。確かに。よかったら皆さんも自分に取り入れられそうなものがあったら取り入れて実践してみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家のしもとしんと。バイバーイ。